どうも、ボタニカリスティクスです。今日はね、前回ね、予告したね、ウンベラータとベンガレンシスの比較動画をやりたいなと思いまして、今日は撮ってます。で、比較動画っていうか、初めてフィカスの世界にやってきて、初めてフィカスを部屋にお迎えしようというところでね、今、観葉植物屋さんにね、行ってね、悩んでる。そんな人の姿を想像しながら喋ってるわけなんだけど、ウンベラータがいいのか、ベンガレンシスがいいのか、で、本当はね、他にも比較しなきゃいけないと思うんだけど、アルテシマがいいのかとか、ベンジャミンがいいとか、ガジマルがいいかなとか、いろいろあると思うんだけど、でもなんとなくちょっと違う感じの二つとか、アルテシマとベンガルの比較もいいなと思ったけど、でもね、ウンベラータとやっぱり何かでちょっと悩むだろう。ってか悩んでほしい。そのぐらい、そう、なんていうんだろうな、ちょっと、アルテシマとベンガルで悩んだら、どっちも買えって感じなんだけど、ウンベラータとベンガルだとちょっと入り口が全然違うじゃない。だからちょっとここでね、その助けになればいいなと思って、こういう動画をね、撮っているというわけなんだけど、で、ちょっとウンベラータとベンガレンシスをどうしても一つの画面に入れたいなと思ったら、こんな風になっちゃって、オートフォーカスとかで、そっちに焦点あったらどうしようなって、ちょっとビクビクしながら今喋ってるんだけどね。画面が忙しくなってるよね。動かさない方がいいね。動くとフォーカスしそうだから。一般的なウンベラータと、ベンガレンシスの特徴とかをこんな風に説明して、そしたらね、僕はウンベラータがいいかなとか、私はベンガレンシスが欲しいかなとか、そういった、その判断材料になるかなと。じゃあどっから話しておこうか。悩むぐらいなんで、7号鉢、8号鉢ぐらいのウンベラータと、ベンガルで悩んでるみたいな前提ですよ。その100均のね、この近いやつとか、それで悩んでるんですよって言ったらね、いいよ。どっちも俺が出してやるから買えって言うんですけど、100均でね、俺が出すって、偉そうに言われてもって感じだね。そこで悩んでるというイメージで、話してるんで、大体ね、価格帯はね、7号、そうだな、8号、5000円から8000円ぐらい見てれば買えるんじゃないかなと思いますね。その時期にもよるかもしれないんだけど、本当にね、ウンベラータがね、いつでもあるよっていうイメージだと思うんだけど、たまにない時あるんですよ。タイミングで、ベンガルはもっとそうですね。ある時すっごいあるのに、ない時全然ないみたいな。たまたまね、欲しい時期とそういうない時期、不毛な時期が、重なっちゃうと、いつになったらベンガル手に入んのみたいな、そういう気持ちになったりもするんだけど、本当ね、たまにそういうことがありますよ。でね、どんだけ暗くても大丈夫かっていうの、耐陰性とか言うんですけど、これはね、割とね、どっちもね、大丈夫かな。暗すぎちゃダメですけど、部屋の間取りによって、どうしても日光が入ってこないとか、どうしても暗くなっちゃうんだよねっていうんだったら、やっぱ窓際の方に置いとくべきだとは思うんだけど、いろんなね、植物ある中で、ウンベラータとかベンガレンシスは割と耐えられる方。なので、育てやすいと思います。原産はね、ウンベラータがね、実はね、これ意外なんだけど、意外ってお前の基準知らねえよって感じだけど、アフリカなんですよね。ベンガルは、前回話した通りですね、インドの方、ベンガル地方っていうのが、ありますからね、そちらの。そこの方の原産ですね。だからちょっとね、全然出身が違うんですよ。だからそのイメージがあるかな、で、ベンガルはセイントセイヤで言ったらバルゴの釈迦みたいな、ちょっと宗教的な、厳格な感じっていうか、洗練された感じ。バルゴの釈迦違うか。ブッダだもんな。そうするとレリジオーサだね。どっちかっていうとヒンズー教だもんね。いいや。それで例えると、ウンベラータは、ウンベラータなんだろう。そうだね。ゴールドセイントで例えるの難しいね。ゴールドセイントってみんな透かしてるから、カシオスとかなんか、いや、カシオスはかわいそうだな。色気はないけど元気な感じ。癒し系例えるの難しいね。聖夜とかになっちゃうかな。主人公だからいいのか。ペガサス聖夜で。そんな違いがありますよ。でね、耐寒性って言葉があるんだけど、それはね、どんだけ寒いのに耐えられるかっていう、どんだけ寒いのって、熱帯植物なんで寒いのは苦手なんですよ。だけど、例えばね、冬はね、やっぱね、外に出しっぱなししてたらかなり弱っちゃいます。で、なんで、冬の本当に寒い時とかは、入れなきゃダメだなとは思うんだけど、ただね、ベンガルの方が、これはね、強いかな。ウンベよりもベンガルの方が、耐寒性はあってですね、丈夫っていうのも、一つの、ヒントになるかな。成長スピードはもう断然ウンベラータが勝ちかな。ベンガレンシスも成長は知ってると思うんですけど、やっぱウンベラータがね、やっぱ他のね、フィカスと比べてもね、早い。そうね、アフリカンプリンスとかも早いかな。そ
要するにどこで見るかって、基本的には葉っぱが落ちたりとかしてね。で、葉っぱが生え変わる、スピードとか見て、成長スピード速いとか遅いとか、判断できるんだけど、ウンベラータはもうその域を飛び越して、もう何センチ大きくなったとかいうのをすっごい実感できるわけ。ワンシーズン、一夏でね、もう見違えて、全然別の植物ぐらいの大きさになったりするのね。その成長スピードは木の年齢にもよると思うんですけどね。昔全然成長しないウンベがいたんですよ。長老なんて呼んでたんですけど、すごいスピードが遅いやつ。で、もう多分結構本当に長老って呼んでたのは合ってて、多分古い、もう長い木だったんですよね。葉っぱの生え変わりとかもゆっくりだし、大きくもうほとんどならなかったっていう、そういうのもね、いるっちゃいるんですよ。それはね、個体によると思うんですけど、だとしても、ウンベラータの成長スピードっていうのは、速い。それはね、多分実感できると思う。あとはね、本当に、どっち買うか、情報がないから決められないってことはなくて、あなたがどっちが好きかっていうね、話だと思うんですけど、結構意外と重要というか、考えるポイントとして、インテリアに合うか合わないかとか、そういった話も多分あると思うんですよ。で、僕のね、考えとしてはね、ベンガルはね、例えば部屋のフローリングの色が、ダークブラウンみたいな濃い色だったら、ベンガルの方がしっくりくるみたいな。ライトブラウンのフローリングだったら、ウンベみたいな。もうそのぐらいのね、シンプルな考え方で大丈夫だと思いますよ。てかね、別にどっちでもいいや。どっちも合う。やっぱね、ウンベラータがあると部屋がかっこよくなるっていうよりは、ベンガルがあるから部屋がかっこよくなるみたいな。でも、ベンガルがあるから部屋が明るくなるというよりは、ウンベラータがあって部屋が明るくなるみたいな。そういう違いがあるかな。すごい普通のこと言ってるね。もう何なの比較なのかな。もうやってる自分がもうよくわからなくなってきたけど。でもね、どっちにしてもね、どっちもいいよ。もうあとはもう性格だよね、その人の。だんだん投げやりになってきた。どっちも買えば、多分ね、どっちかから入ってもね、どっちか絶対手出すから。その順番が違うっていう話。だからどっちからがいいんだって話なんだけど、結論。どっちでもいい。以上。ごめんなさい。ちょっと適当になってきちゃった。ちょっとね、撮影中にちょっとね、いろんなね、トラブルがたくさん、実はね、影であってね、ちょっとだんだんちょっと疲れてきちゃった。もうこの辺で終わりにするわ。またちゃんとしたのをやりますから。ごめんなさい。最後適当な感じになっちゃってますけど、本当にね、フィカスの最初が、ウンベラータと、ベンガレンシスで、悩まれてるんだとしたら、どっちもおすすめですよ。で、多分ね、ベンガルから入っても、ウンベラータから入っても、どちらでも、後悔するような植物では絶対ないです。買って後悔したとか、そういうことはない。そしてね、失敗も少ない。だから、安心して選んでいただいて大丈夫だと僕は思ってますよ。でもね、やっぱりね、本当ね、フィカスというかね、もう植物自体が、初心者っていうんであればね、丈夫だ方がいいなっていう意味では、ベンガレンシスだと思います。だけど、成長しているのを実感できるという楽しみ、そういう喜びを感じれるのはウンベラータだと思います。これ最後のこの一言だけでよかったのかな。ぜひ参考にしてみてください。今日はそんなところで。じゃあ。